空母飛龍、大日本帝国海軍が建造した双竜型空母の2番艦である。 AI で色を入れる。世界の主要空母の中でただ一艦、艦橋を左舷に持つ異形の空母である。第二航空戦隊機関として真珠湾、インド洋、そしてミッドウェーに参加した。1942年6月4日、ミッドウェー沖、空母4隻のうち3隻が炎上する中、飛龍だけは最後まで戦い続けた。その指揮を執ったのは山口多門第二航空戦隊司令官、そして艦長賀来留夫大佐。二人は艦と運命を共にした。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。自走中の飛龍。1939年6月20日、横須賀海軍工廠での一枚である。飛龍の建造が始まったのは1936年7月8日、横須賀海軍工廠の第6戦機。進水したのは1937年11月16日、そして1939年7月5日、就役。双竜型の2番艦として姉の双竜に続き世に出た。基準排水量 17,300 トン、最大速力34ノット、搭載機96式艦船9機、97式艦鋼18機、99式艦爆18機。姉の双竜と並ぶ新世代の中型空母として海軍の機動力を支えることになる。横須賀軍港就役直後の飛龍。1939年7月5日の一枚である。飛龍にはある際立った特徴があった。艦橋が飛行甲板の左舷に置かれていたのである。世界の空母のほとんどは艦橋を右舷に置く。しかし飛龍は姉双龍に続いて左舷艦橋を採用した。理由は編隊飛行を組む際の利便性。機関として艦橋から指揮を取るとき、隣の艦の艦橋と重ならないようにするためだった。ところがこれが後にパイロットの混乱を生んでしまう。双龍に乗り慣れた搭乗員が飛龍に着艦するとき、無意識に左舷に寄って降りる。その結果、艦橋に接触して墜落する事故も起きた。ヒトカップ1機動部隊。霧島、加賀、比叡の影が見える一枚である。1941年11月23日、北千島択捉島のヒトカップ1、南雲忠一中将率いる機動部隊が集結した。第1航空戦隊赤城、加賀、第2航空戦隊双竜、飛龍、第5航空戦隊昇格、随格、空母6隻、戦艦2、巡洋艦3、駆逐艦9、潜水艦3、給油艦8、合わせて約30隻。人類史上初めての空母機動部隊艦隊がハワイに向けて出撃する。12月8日、真珠湾。飛龍からは雷撃隊18機を松村平太大尉が率いた。旧航下爆撃隊18機の指揮は小林道夫大尉。ただし小林機は発動機の不調で引き返している。インド洋へ進撃する機動部隊。左から赤城、双龍、飛龍、比叡、霧島、春名、金剛。1942年3月30日、随格より撮影された一枚である。1942年4月、機動部隊はインド洋に進出。セイロン島、コロンボ、トリンコマリーの英軍基地を攻撃する。英従順、コーンウォール、ドーセットシャー、空母ハーミーズを撃沈。開戦から半年、南雲機動部隊は無敵の艦隊として世界に
その名を轟かせていた。しかし、4月18日、同リットル空襲、日本本土が米陸軍機の爆撃を受けた。海軍は太平洋の覇権を確立するため、次の作戦を決断する。ミッドウェー島の攻略であった。山口多門海軍少将第二航空戦隊司令官飛龍増艦の指揮官である山口多門、1892年8月17日、東京府小石川区生まれ、海軍兵学校40期次席、米国プリンストン大学留学、英語に堪能で駐米武官としてワシントンに赴任した経験を持つ。その性格は豪気烈将と評された。真珠湾攻撃の後、南雲長官に第二撃を進言。第二撃準備完了と打電したが、南雲はこれを採用しなかった。南雲さんはやらないよ。山口はそう漏らしたという。しかし、その判断は半年後、ミッドウェーで致命的な結果を生むことになる。各留雄海軍大佐飛龍艦長として山口多門と共にミッドウェーへ向かった。各留雄、1893年11月8日、熊本県八代郡松高村生まれ、海軍兵学校42期、海軍航空技術省総務部長を経て、1941年9月8日、飛龍艦長に着任した。着任からわずか3ヶ月後、真珠湾攻撃、そして半年後、ミッドウェー。彼は山口の右腕として飛龍の指揮を取った。お前たちだけ死なせやせん。ミッドウェーで出撃する搭乗員たちに彼が告げた言葉である。友永丈一海軍大尉、飛龍の雷撃隊長97式艦校の指揮官である友永丈一、1911年1月9日、大分県別府市生まれ、海軍兵学校59期、真珠湾攻撃の時には霞ヶ浦港空隊の分隊長として内地にいた。実戦経験の少ない若き搭乗員たちを訓練する役割を担っていた。1942年4月、飛龍の飛行隊長として着任。そしてわずか1ヶ月後の5月27日、ミッドウェー作戦のため飛龍と共に柱島白地から出撃する。小林道夫海軍大尉、飛龍の急降下爆撃隊長99式艦爆の指揮官である小林道夫海軍大尉、99式艦爆のベテラン搭乗員、連合艦隊の中でも屈指の急降下爆撃指揮官と評されていた。真珠湾攻撃の時には発動機の不調で引き返し参加できなかった。無念を抱えていた。そしてミッドウェー、小林はヨークタウンを攻撃する第一波の指揮を任されることになる。空旧艦爆18機0戦5機、飛龍に残されたほぼ全ての爆撃機を率いた。山口多門少将と実松譲飛龍艦上で撮影された一枚である。1942年6月4日、ミッドウェー沖、午前1時30分、ミッドウェー空襲の第一次攻撃隊が出撃。旧3艦攻、旧空艦爆0戦、合わせて108機。総指揮官は友永丈一同尉。本来の総隊長淵田光雄中佐は虫垂炎の手術直後で出撃できなかった。ミッドウェー島の防備は固かった。友永は機内通信機を破壊され、小型黒板で2番機に通信を代行させた。そして無線で告げる。陸上基地第二次攻撃の必要あり。南雲司令部は待機していた魚雷装備の艦砲を爆装に変更する命令を出した。その直後、米機動部隊発見の報が入る。兵装転換の悲劇が始まった。
B17 爆撃を回避する飛龍。1942年6月4日のミッドウェー海戦で撮影された一枚である。午前7時24分、米空母エンタープライズとヨークタウンの急降下爆撃隊が機動部隊を襲った。赤城、加賀、宗龍が相次いで被弾、炎上。そして飛龍だけが無傷で残った。左舷環境のゆえの特殊な航行体系が皮肉にも飛龍を救った。爆撃を回避するため北東のスコール方向に退避していたのである。山口少将は飛龍乗組員に宣言した。飛龍を除く山艦は被害を受け、特に宗龍は激しく炎上中である。帝国の栄光のため戦いを続けるのは一に飛龍にかかっている。ヨークタウン左舷に命中する91式航空魚雷。1942年6月4日撮影された一枚である。午前8時、第1波、小林道夫隊員率いる99艦爆18機がヨークタウンを攻撃。爆弾3発命中。ヨークタウンは中破。しかし小林は艦爆13機、ゼ戦4機とともに撃墜された。午前11時30分、第2波、狩艦長は出撃する搭乗員に告げた。お前たちだけ死なせやせん。友永丈一隊員率いる97艦攻10機が再びヨークタウンを攻撃。魚雷3本命中。ヨークタウンは航行不能となる。しかし友永は艦攻5、ゼ戦3とともに戻ってこなかった。飛龍の航空戦力は消耗しきった。炎上する飛龍。1942年6月5日朝、空母宝生の96式艦砲から撮影された一枚である。6月5日午後2時3分、エンタープライズとヨークタウンから出撃した24機の SBD ドーントレス。その急降下爆撃が飛龍を襲った。1000ポンド爆弾4発被弾。全部エレベーターは最初の命中弾で吹き飛ばされ、艦橋の前に突き刺さった。くしくもその鉄塊が防護壁となって艦橋を爆風から守った。しかし火災は消えなかった。格納庫の旧7艦砲が次々と誘爆。飛龍の艦隊は夕方には戦力を完全に失っていた。漂流しながら炎上する飛龍。同じ朝、別の角度から撮影された一枚である。6月5日夜、深夜0時を回った頃、山口多門少将と各留尾艦長は艦橋に残った。総員大艦の命令が下る。二人は月を見ながら最後の盛を交わしたとされる。世は艦と運命を共にす。山口の言葉が残っている。狩りは山口を一人にはしなかった。6月6日午前6時6分、飛龍は左舷に傾きながら艦首から沈んでいった。山口49歳、狩り48歳。飛龍の生存者たち。水上機母艦 USS バラードの艦上で撮影された一枚である。飛龍が沈む直前、機関家の100名以上が脱出を試みた。そのうち39名が食料と水を積んだカッターボートで艦を離れた。15日間、彼らは太平洋を漂流した。その間、5名が命を落とす。そして、米軍哨戒機が彼らを発見した。水上機母艦 USS バラードが現場に到着し、34名を救助。カッターには飛龍の軍艦機が持ち込まれていた。捕虜になる前に彼らはそれを海中に投棄した。救助された34名はアメリカ本土リビングストン収容所へ送られた。戦後、彼らの口から山口と狩りの最後が語り継がれていく。風母、飛龍、総流型の2番艦として1939年1月、横須賀海軍工廠で就役した。世界で珍しい左舷環境を持つ異形の空母。真珠湾、インド洋、そしてミッドウェー。
第二航空戦隊機関として戦争の前線を駆け抜けた。司令官山口多門、艦長賀来留夫、二人の指揮のめた飛龍はミッドウェーで4対1の戦いに挑んだ。急降下爆撃隊長小林道夫、雷撃隊長友永丈一、二人の隊長とその部下たちがヨークタウンを戦闘不能に追い込んだ。しかし6月5日午後2時5分、飛龍も急降下爆撃を受け4発の1000ポンド爆弾を被弾、戦力を完全に失った。6月6日朝、飛龍は左に傾きながら艦首から沈んでいった。山口多門、49歳、賀来留夫、48歳、二人は月を見ながら最後の沙汰を交わし、艦と運命を共にした。機関家の39名はカッターボートで脱出。15日間漂流の末、5名が命を落とし、34名が USS バラードに救助された。彼らの口から山口と狩りの最後が語り継がれていく。あなたのご家族、ご親族の中にも飛龍に関わった方がいるかもしれない。その経験について語り継がれているものがあれば、ぜひコメントで教えてほしい。先人たちの犠牲の上に今の平和な日本がある。カラーで蘇った写真の中に、彼らは確かにそこにいた。空母飛龍に乗っていた人々として。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。